気温上がってきて、なんかエアコンの効き悪いですよ。この車は2017年モデルなんで、約10年ぐらい経つじゃないですか。ひょっとしたらそのエアコンが故障してるのかもしれないし、ガスが抜けてるのかもしれないし、すげえエアコン効き悪いんですよ。とにかく測定できる状態整いましたんで、健康診断やっていきたいと思うんですけども、吹き出し口の、温度を測るセンサー BM の方に設置していただいて、これやると温度出るんですか？今25度って出てます、それでですね、今、エアコンの動作が始まりましたので、今エアコンの吹き出し口温度ですね、25度のまんまですね。25度のまんま、平手の口から出た息と同じぐらい。ルーさんどうしたんですか、こんなピットに今日呼ばれたんですけど。いや僕のこれ M4 なんですけど、今年買ったじゃないですか、はい、気温上がってきて、なんかエアコンの効き悪いですよ。今まで気づかなかったけど、はい、ほら外も涼しいから、はい、でひょっとしたら、この車は2017年モデルなんで、はい、もう約10年ぐらい経つじゃないですか。ひょっとしたらそのエアコンが故障してるのかもしれないし、ガスが抜けてるのかもしれないし、はい、すげえエアコン効き悪いんですよ。とにかく何が原因なのかをちょっとね追求したくて、今日はプロステップさんに、はい、それがチェックできるってことだったんで、本当に、運んできたところなんですけど。なるほど。車はもうめちゃくちゃ綺麗で、はい、これのね細かい詳細は、はい、前回の動画、そうなんですよ。僕の前回ね動画を見ていただければ、はい、こちらの紹介載ってますけど、はい、買ったばっかりの時はほら冬場だったから、はい、全くエアコンね、はい、気にならなかったし、なんだったら暖房は効いてたのよ、はい、でシートヒーターもあるからあったかいし、はい、全然問題なく乗ってて快適だったんですけど、はい、ここ最近になってきて、なんか暑いなと思って1万6000キロで買ったんですよ、中古で、はい、もう今3万キロですからね。もう1万5000キロ乗ってるんですよ。1ヶ月で僕北海道から沖縄までずっと行ってる感じぐらい乗ってる。結構視聴者のコメントでも GTR どうしたんだみたいな、そうあれ千さん GTR 売っちゃったみたいなね、コメントあるけど、いやありますよ、 GTR あるんだけど、なかなかこう乗るのもちょっと気合いいるんですよ。ちょっと今日よし出かけるかみたいな感じで乗る車だから、この M4 は意外とそういう感じじゃなくて、普段も乗れるし、ちょっとやっぱ仕事行く時にもほら格好もいいからね、よく乗るんですよ。じゃあこの車で迎える初めての夏ってことですね。ですね、初めての夏。はい、ではですね、僕の車 M4 ね測定できる状態整いましたんで、ここから早速、健康診断やっていきたいと思うんですけども、その診断をやっていただける、プロステップの、吉沢さんに来てもらったので、お願いします。吉沢さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。エアコンの、はい、健康診断やっていきたいと思うんですけども、はい、まず何をやったらいいですか？そうですね、はい、車両にホースはつながったので、はい、あとこちらですね、はい、吹き出し口の、温度を測るセンサーを平手さんに BM の方に設置していただいて、これやると温度出るんですか？そうですね、温度出ますね。今25度って出てます、ね、平手の吹き出し口25度。OK。じゃあこれを、はい、エアコンの吹き出し口にそうですね、はい、挿入すればいいんですね。OK。どこでもいいってことはよく使うんで、この真ん中ら辺とかに挿しておけばいいですか？そうですね、大丈夫です。こんな感じでいいですか？はい、挿しておけば OK です。はい。でこの状態でエンジンかけていただいて、エンジンかけますか？はい。じゃあエンジンスタートさせます。いきます。うるさいね。いい音。いい音。でこれエアコンはどうしてたらいいですか？エアコンを最低温度、はい、で最大風量の設定にお願いします。マックス AC をします。はい、はい、押しました、はい、ありがとうございます。これでいいですか？これで OK です。これでですね、今、エアコンの動作が始まりましたので、圧力と温度どんどん下がっていったり、上がっていったりすると思うので、はい、ちょっと状態を確認していきます。で今、エアコンの吹き出し口温度ですね、25度のまんまですね。25度のまんま、平手の口から出た息と同じぐらい、生暖かい風みたいな。あ、ちょっと下がった、23度ぐらいね。はい、圧力のところも変わってきましたので、こちらの方低圧というのと高圧というの2つ圧力がありまして、低圧側、この青い方がですね、吸われる側、圧縮して吐き出す側がこの赤い方になってます。これぐらいの室温ですと、だいたい低圧側ですね、こちら 0.2 メガパスカル、ここ今 0.1112 ぐらいですけど、ちょっと低い、ね、ちょっと低い、はいはい、で高圧側は、1.00、1.2 とかそれぐらい上がってないといけないんですけど、はい、ちょっと低いですね。ちょっと低いですね、はい、ちょっと弱いですね。そうですね、はい、なんでおそらくですけども、走ってる時は走行風で冷やされるので、エアコン効いてくると思うんですけど、確かに渋滞とか街中とかちょっと渋滞ね、止まった時に
あれちょっと聞きづらいなみたいな。そうなのよ。高速走ってる時は意外といいんですよ、はい、まあ意外とっていうか、まあそれでもちょっと聞き弱いなと思っていつも下げちゃうんですけど、はい、街中とか渋滞本当聞き悪いです、はい、おっしゃる通り、はい、こういったチェックもできるんですけど、まあ、この機械使って、はい、新車同様に蘇らせることもできる。新車同様それが欲しい、はい、マジで、はい、これだって下がんないもんね、21度から、引き出し口の温度が。そうですね。充填まで完了したということで。完了しました。はい、ありがとうございます。はい、これ実際僕の車ってどれぐらい抜けてたかって、はい、数値的にどんな感じだったんですか？なんとですね、規定量550に対してですね、365g しか入ってませんでした。ということは、何%ぐらいなんですか？ざっくり計算するとですね、はい、66% しか入ってなかったということで、そうか、34% 減ってたよっていう。34% 減で効きが悪くなると感じると。はい。なるほど。結構効き悪かったですね。いや本当ぬるいぐらい、平手さんの息ぐらいだったんじゃないですか。25度、5、6度ぐらいの風しか出てこなかったから、はい、それは効き悪いよね。でこれってやっぱ年々やっぱ減っていくって言ってたじゃないですか。そうですね。はい。僕の車だとまあ9年ぐらい、9年落ちの車なんで、はい、まあ大体それぐらいは減るものなのかなっていう感じですか？そうですね。車種とかにもやっぱ使われ方とかにもよるんですけど、まあ大体平均して、1年で 10g から 15g ぐらいずつ減っていく。なので10年経つと 100g ぐらい減るってことですか？100から 200g 減っててもおかしくないよっていうところですね。なるほど。なんで今回、550に対して、はい、まあ365なんで、はい、まあ 200g 弱抜けてたっていうところからすると、まあ妥当な数値妥当なのか。そうですね、妥当な感じかな。じゃあ大体これぐらいの年数乗ってるオーナーさんは、でちょっと効き悪いなって感じたら、もうそれぐらい減ってるから、早めなメンテナンスっていうのをおすすめしていきたいなと思います。じゃあ早速ちょっとね、これ機能のチェック、はい、先ほどの温度から下がったのか確認していきたい。これエンジンかけて、そうですね。OK ですか？はい、終わりました。オンお願いします。はい、エンジンかけますよ。よいしょ。じゃあエンジンスタートします。今エアコンコンプレッサーが動き始めてですね、はい、低圧側からガスを吸って高圧側に圧縮して吐き出している様子が、まあ、これで圧力を見て分かるんですけど、先ほど説明した通り 0.2 メガパスカルぐらいで、こちらも1以上 1.2 メガパスカルぐらいになってますので、はい、圧力的に今健康な状態に戻りました。いい状態に戻った、はい、であとは冷えるかどうか。すごい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 。冷え方がえぐい。すごい勢いで減ったよ。さっきエンジンスタートした時29とか出てて、で今コンプレッサー回ってもう一気に、はい、ここからはですね、プロステップさんによる、車の簡単なエアコン講座ということで、はい、木澤さんにお願いして、説明していただきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ今日はですね、簡単に2つのことをご説明できればなと思います。はい、まず1つはですね、エアコンはなぜ冷えるのかということと、エアコンガスのメンテナンスの必要性の部分について説明できればなと思います。僕もね、エアコンのなぜ冷えるのかがよくわからない。やっぱりそうですか。ここでなんで冷えるかご存知ですかって質問しようと思ってたんですけど、なぜ冷えるのか。なぜ冷えるか。答えはですね、気化熱という現象を使ってます。気化熱。はい。この気化熱っていうのはですね、液体の冷媒が気化することによって周囲の熱を奪うっていう現象なんですね。これを、カーエアコンっていう中でフロンガスという冷媒を使って、冷やすっていうのをやってるんですよ。で実はこの気化熱って非常に身近な現象でして、例えば、皆さん観葉植物とか霧吹き吹くと思うんですけど、シュッシュってやりますね。液体の水を霧状に吹いてですね、それが気化するとちょっとヒヤッとするのって感覚的に分かりますね。顔とか腕とかにミストね、中通るとちょっと涼しいなって感じますよね。現象が気化熱というものなんですね。なるほど。はい。それをそうですね、気化するときに周囲から熱を奪うっていうのをうまく制御してですね、エアコンを冷やしているっていうところなんですね。なるほど。このチャンネルご覧の皆さんは車好きの方がたくさん見てると思いますので、
ただエアコンの仕組み、実はあまり詳しくないんだよねっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんで。いや、わかんないです。僕だってわかんなかったもん。そうですよね。なんか冷たいところをこう風通して、その冷たい風が帰ってきてるのかなぐらいな感じで思ってましたからね、今ね。ざっくりなんですけど、簡単な仕組みの説明、していこうかなと思います。主要構成部品っていうのが、大きい重要な部品4つありまして、このようにですね、冷媒が回る、ぐるぐるサーキットみたいに回れるようになってるんですけど、それをぐるぐる回すためのポンプの役割をするコンプレッサーという部品、コンプレッサーね。で、圧縮して、熱い冷媒をですね、ここで車のフロント側についてるんですけど、コンデンサーっていう部品があります。コンデンサーありますね。で、ここで熱くなった気体の冷媒を冷やしてですね、液化させるんですね。で、液体になった冷媒をこのバルブでスプレーですね、スプレーして噴霧してですね、霧状にして、でここ車内のエバポレーターという部品で気化させて、結果冷たい風が車内に出てくるよっていうこの循環をですね、ぐる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 ずっと回るんですね。というところで、エアコンの効き悪くなってきたかなっていう時にですね、一番重要なのはこのエバポレーターの中どうなってますかってところですね。なんですよ。だからこれを測定しましたよね。そうなんですよ。で、冷えてる冷えてないっていうのはここで分かるんですけど、気化熱が発生してれば冷えます。そうですよね。気化熱、気化が少なくなってくると冷えが悪くなる。それがさっきの話ですよね。そうですね。冷媒の量。冷媒の量。で、減ってくると、循環して流れるものも減るんですけど、気化する量も減ってくるので、結果エアコンが効きづらい、冷風が出ないっていう風になってくるんですね。先ほどお話しした通り、年間少しずつ抜けていってしまうという宿命があるんですよ。ね、それ防ぐことはできないですか？そうなんですよ。ちょっとこれ宿命でして、それはなぜかというとですね、自動車、いろいろエンジンの振動だとか走行の振動、いろいろあるんですけど、いったそういう振動から配管の金属部品を守ったりとかですね、コンプレッサーのこの振動するものを守ったりするのにゴムの部品とかですね、一部オーリングとか使われてるんですけど、そのフロンガスの冷媒って分子がすごいちっちゃいので、そこのゴムの部品から少しずつ外に逃げていっちゃうんですよ。だからその車の振動とかでこうちょっとずつその中から抜けていっちゃうんですね。だからどうしても塞ぐことはできないですね。そうなんですよ。なるほど。残念ながら完全密封っていう感じにはできなくてですね、少しずつ出ていってしまうものなんですね。というところで、じゃあ実際にフロンガスっていう冷媒が減っていくと何が起こるんでしょう。何が起こるっていうところで、これちょっととある車の冷媒量の増減度ですね、先ほどの測定した吹き出し口温度、このグラフなんですよ。まずですね、冷媒量 0% のここのラインですね、ここっていうのが、増減がない状態、一番いい状態、一番いい状態、これ新車の状態ですね。でプラスマイナス 5% ぐらいっていうのが工場出荷の規定量、そうですね、の規格の幅になってます。でそこからだんだんこう冷媒量が増えていく、増えすぎちゃったり多すぎちゃったりですね、少なすぎちゃったりすると、吹き出し口の温度っていうのがだんだん上がってるっていうのが、このグラフから見てわかる。でもなんかその量が多いとなんかより効くのかなって思っちゃうのが人間じゃないですか。いっぱい入ってた方が、要は規定の量よりもう増やしちゃえみたいな。そういうことできない。できるけどやると、そうですね。逆にですね、この先ほどの気化熱を起こすためには、気化できる空間が必要なので、液体がいっぱい詰まっちゃうと気化できなくなっちゃう。そういうことか。なるほどなるほど。なので多すぎてもダメ、少なすぎてもダメっていうものなんですね。なるほどね。というところでそうなんですよ。で例えば先ほどお話しした通り年数%減っていくっていうところで、その新車の状態から毎年 3% ずつ減っていくとしましょう。3%、で 3%、6%、9% って減っていったときに10年経ったらマイナス30、この辺ですね。そうすると、新車の時4度ぐらいだったのが、今もうこの10度とか、そうですね、10度近く約倍ぐらいまで上がっちゃうよっていうことは、本来のその最初の状態からは、悪化しているというか、健康状態はいいところから少しずつ悪くなっている。でもう少しするともう全然効かなくなってくるよっていう状態になっちゃうんですね。最近の車はですね、この冷媒量のこの変動っていうのを補う動作っていうのを制御ができるものもあってですね、
このぐらい減っても実はエアコンの効きを、効かせるように機械側で頑張るっていう車も実はあるんですよ。ただですね、そういう場合って、コンプレッサーが、いっぱい動きますよね。動いたりとかですね、回転数上がったりとかしてくるので、機械的な負荷っていうのがすごく高くなるんですね。そうですよね。っていうところで、例えばマニュアル車乗ってる方ですと、このエアコンをオンにしてるとちょっと発進の時とかパワー食われてるなっていう感じとか、よくエアコン止める人いますね。早く走る人ってそうなんだよ。AC をオフにするよね。そうなんですよ。っていう要素とか、停車時エアコンオンにするとアイドリングがちょっと上がるとかっていうところで、機械的な負荷っていうのも上がるんですけども、燃費の悪化っていうところにも実はつながってくる要素の一つになっているんですよね。最悪はそのコンプレッサーが壊れることによって負荷かけたことによって壊れてしまうと高額な修理、10万円以上の修理になる。今コンプレッサーそれぐらいするんですか？やっぱ修理ってなるとね、工賃も含めるとね。そうなんですよ。だからもう常にいい状態にしといた方がいろいろいいよとするよっていうところですね。ちなみにエアコンのその測定から入れ替えまでやってもらうと大体どれぐらいの費用感でやってくれるんですか？お店によって多分違うと思うんですけど。お店によって違うんですけど、平均1万円前後。平均1万円前後。じゃあ言うてね、10年経ってこれぐらい落ちるってことは2回目の車検ぐらいの時に1回やっとけばみたいなぐらいの感じで、じゃあ皆さんメンテナンスを行いたいって時に何を使えばいいのっていうところなんですけど、その前にちょっと簡単なまとめですね。エアコンの効きが悪い原因っていうのは冷媒量の減少が原因かもしれないよっていうのが一つあります。で冷媒の量が減るとですね、冷風が出ないっていうのとですね、実はちょっと紹介まだしてなかったんですけど、車の機能デフロスターって機能があるんですけど、これ、車曇り取れない、あるね。そうなんですよ。これも実はエアコンのシステムを使ってですね、空気を乾燥させてフロントガラスに吹くことによってフロントガラスの内側の曇りを取るっていう機能なんですよ。これもエアコンのこの冷媒が減ることによって効きにくくなる。で最後もこれ一番重要なんですけど我々車好きにとってもですけど、皆さんにとっても、車っていうのはやっぱ気持ちよく楽しく乗りたいですよね。そうなのよ。自分のプライベート空間だからね、電車とも違うしね。だからやっぱ快適に目的地まで行きたい、なのに暑くて苦しい辛い臭い臭いの入っちゃった。いっぱい出てくるんですけど、いっぱい出てきちゃうからね。それ自分だけだったらいいけどパッセンジャーいたら余計だよね。何これみたいな。こういったところを防ぐためにもエンジンオイルと同じようにですね、定期的にメンテナンスをしていくっていうところが非常に重要です。先ほど平手さんの車もやらせていただいたんですけど、弊社の機械ですね、こちらですね、カーエアコンサービスステーションというものがあります。機能をざっくり言うとですね、自動車に最初入ってる冷媒を回収して真空引きして、で工場出荷の時と同じようにですね、規定量充填してあげるっていう簡単な機能、そういうものなんですけども、この機械ですね、車から冷媒を引っ張って回収するときにですね、中で冷媒のクリーニングをすることができるんですね。なので、中で、再生っていうんですけど、クリーニング再生を行うことによって車両に入ってた冷媒よりも綺麗な冷媒、純度が高い冷媒にすることができるんです。っていうところで、お店結構ガソリンスタンドとかですね、オートバックさんとか見たことがある。なんか作業エリアとか行くとこれよく見かけますね、僕も。でこういった機械あるんだよっていうのを知らない方も結構多いんですけど、何する機械、あるのは知ってるけど何する機械だろうみたいな方も結構多い。なんかの測定器かなって思って見てました。なんかその診断器みたいな感じだと思ってたんですけど、実はみたいな。実はエアコンをメンテナンスする装置です。というところで、ちょっと実際に皆様がエアコンのメンテナンスをお願いするときにですね、この機械を持ってる自動車整備工場さんであれば、エアコンガスクリーニングをお願いしますって言えば一発で伝わると思います。エアコンガスクリーニングお願いします。そうですね。この機械使ってメンテナンスをするんだなというところなんですけど。なるほど。多分実際にこのお近くの施工店さんとか多分知らない方とかもいらっしゃると思うので、こういうものを用意しまして、弊社の装置とかですね、スナップオンさんの機械もですねあるんですけど、こちら読み込んでいただくとですね、お近くに設置してあるお店、自動車整備工場さん探すことができます。
エアコンのメンテナンスっていうのはですね、定例行事にしてほしいなっていうのが弊社の願いでして、それ何が根拠っていうと、車っていうのは本当に楽しく乗るものであって、エアコンが原因で気持ちよく乗れないとか、楽しいドライブが台無しになるってことがなってほしくないので。そうですね、やっぱり長く乗りたいね、長く愛して自分の車を乗ってる人には、特にやってほしいメニューですよね。メニューになってます。なるほど、了解しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、今回ねプロステップさんにお邪魔してですね、エアコンの、クリーニング、やってきましたけども、こちらの QR コードからも飛べますし URL の方にも、貼ってありますので、もしちょっとエアコンでね困ったな、ちょっとなんか効き悪いなって感じたら、こちらの方から、飛んでいただいて、ぜひエアコンのクリーニングお願いします、予約したいんですけどっていうふうに、言ってですね、お近くの、ピットで車の点検整備、やってくださいということで、今日はいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。皆さんももしよかったらというかね、気になったことがあればぜひ、お近くのディーラーに、電話してみてくださいということで、今回の動画よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いしますということで、次回の動画でお会いしましょう。